みんな、澄んだもんなのだ。今日は、お隣の国、韓国に注目していくのだ。実はみんな知ってた？韓国の首都ソウルには、実は公式な漢字表記がないのだ。ソウルっていう言葉自体が、と、を意味する固有の言葉だから、漢字を当てはめる必要がないらしいのだ。マジかって思った人もいるんじゃないかな。今日も世界で起こっているホットなニュースを、澄んだもんが3つ厳選してお届けするのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。キム・ジョンウン氏、プーチン氏を最も親密な同士と誕生日メッセージで称賛という記事なのだ。北朝鮮とロシアの血で固められた同盟が、今、新しい全盛期に入っているらしいのだ。一体どんなことが起こっているのか、詳しく見ていくのだ。この動画が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録、よろしくなのだ。さあ、みんなで世界のニュースを一緒に見ていくのだ。こんにちは。今日は東アジアに位置する魅力的な国、韓国を紹介するのだ。正式名称は大韓民国。朝鮮半島の南半分にあり、活気あふれる首都はソウルなのだ。短いけれど複雑な歴史を持ち、北朝鮮との分断を経て、現在は民主主義国家として発展してきたのだ。人口はおよそ5000万人と聞いているのだ。経済面では、サムスンや LG といった世界的企業を生み出す IT、エレクトロニクス産業がとっても盛んなのだ。そして、何と言っても外せないのが文化の魅力。K-POP や韓国ドラマ、映画は、韓流として世界中で大人気なのだ。ビビンバやキムチなどの美味しい食文化も有名で、世界中の人々を魅了しているのだ。最近では、ウェブトゥーンやコスメといった分野でも世界をリードしていて、その影響力はますます大きくなっているのだ。伝統と革新が共存する、目が離せない国、それが韓国なのだ。一つ目のニュースなのだ。イ大統領、国民生活改善に揺るぎない献身を誓うという記事なのだ。韓国のイ・ジェミョン大統領が国民の生活を良くするために揺るぎない献身を誓ったのだ。肝と肝を与える覚悟で誤解や批判も耐え抜くと言っているのだ。これは国民のためならどんな犠牲も厭わないという意味なのだ。大統領は秋夕のメッセージで国民の暮らしを謙虚な心で注意深く見守ると約束したのだ。この発言は米国との関税交渉やデータセンター火災、テレビ出演をめぐる政治的批判が高まる中で行われたのだ。特に肝と肝発言は困難な貿易交渉で韓国の主要な利益を守る決意を示すものと見られているのだ。料理番組への出演は野党からデータセンター火災の混乱中に不適切だと批判されたけれど、大統領府は秋夕の韓国料理キャンペーンだと説明しているのだ。イ大統領は大統領の最大の義務は国民一人一人に寄り添うことだと強調し、厳しい現実の中でも愛する人と励ましや希望を分かち合うことを願っているのだ。夫人と一緒に韓服を着た写真も公開されたのだ。二つ目のニュースなのだ。イ氏の支持率 53.5% に回復、4週間ぶり高水準という記事なのだ。イ・ザヤカリ、シェニョン大統領の支持率が 53.5% に回復したのだ。これは前週から 1.5 ポイントも上がって3週間連続の下落を止めたばかりか、この4週間で一番高い数字なのだ。今回の回復は岸田文雄首相との首脳会談やオープン AI との覚書締結、それに KOSPI、コスピが3500を超えたり、輸出が増えたりといった経済の良いニュースが背景にあるのだ。あと、物価安定や高齢者雇用政策に力を入れていることも評価されているみたいなのだ。それから、全国 IT ネットワークの障害に対する迅速な謝罪と徹底調査の指示も国民の不安を和らげたみたいだね。さらに、イ大統領と金めぐみ系、キム・ヘギョン
不人な料理番組に出演して番組史上最高の視聴率 8.9% を記録したことも国民の注目を集めた要因の一つなのだ。3つ目のニュースなのだ。キム・ジョンウン氏、プーチン氏を最も親密な同志と誕生日メッセージで称賛という記事なのだ。キム・ジョンウン氏はロシアのプーチン大統領に特別な誕生日メッセージを送ったのだ。プーチン氏を最も親しい同志と呼び、深まる両国の絆を強調したのだ。金氏はプーチン氏の懸命な指導力のおかげでロシアが世界的な強国になり、多極的な国際秩序をリードしていると大絶賛したのだ。北朝鮮とロシアの友情は永遠で壊れないものであり、今新しい全盛期に入った同盟が公正な国際秩序を作ることに大きく貢献すると確信しているのだ。金氏はロシアが国家主権や安全保障を守るための正当な闘争を全面的に支援することを兄弟の義務として誓ったのだ。両首脳は9月3日に北京で会談し、二国間関係をさらに高めることを再確認したばかりなのだ。昨年6月に包括的戦略パートナーシップ条約を結んでから、軍事や経済の協力がどんどん拡大し、血で固められた同盟になっているのだ。さらに、北朝鮮は昨年終わりから約1万4000人の兵士をロシアに送っていて、最近の会談では、ロシア領での地雷除去作戦に北朝鮮が参加することも話し合われたそうなので、両国の協力関係はますます強固になる見込みなのだ。今回は魅力あふれる韓国と国民生活に尽力するリー大統領の支持率回復、そして北朝鮮とロシアの新たな同盟関係についてお伝えしたのだ。伝統と革新の混じり合い、国際関係も複雑な韓国からこれからも目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。